こんにちは。三つ穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりです。館長の三つ穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三つ穴熊館長と一緒に服飾のことはもちろん、社会や文化、哲学などささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていくポッドキャストです。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信します。お便りも募集しています。概要欄のメールアドレスへお気軽に送ってください。前回の配信ね、自分で聞いてみましたかね。僕は聞いてみたんですが、滑舌が悪いですね。なんかエリグリさんは僕的にはすごいうまいなと思っちゃったんですけど、それは館長と一緒に喋ってるからじゃないですか。差がね、なんか頑張っていこうみたいなね。12月には、これは NHK ラジオなんじゃないかなっていうぐらいに頑張っていきたい。12月っていうことは第12回ぐらいの時ですね。そうですね。その頃にもう1回目を遡って聞いてもらったら、人間っていうのはすごく成長するんだっていうことがわかるような希望を持ったね、ポッドキャストにしたいなと思ってますけど。あとね、ウクレレのジングル。笛よりはなんか、プロっぽいっていうか、なんか、プロっぽいって自分で言うのはおかしいけど、なんかいい感じだった。いや、うまいですよ、ウクレレ。実はね、どうでもいい話なんですけど、本当に。うちのパートナーといいますか、配偶者が最近ウクレレを習いに行ってて、大昔に買ったね、ハワイで買って全然使ってなかったウクレレを引っ張り出してきたら、僕も弾きたくなって、ちょっとずつ上手くなってきました、僕も。素晴らしい。練習あるのみですね。はい。だから、滑舌も練習していきたい。館長、聞いてくださいよ。はい、聞きます。先月、ミラノファッションウィークがあって、そはい。こでディーゼルの2025年秋冬のやつをたまたまインスタグラムで見たんですけど、はい。超ローライズでした。超ローライズ。超ですよ。超。やばいですよ。お尻がね、半分見えてました。お尻が半分見えてた。やっぱ普段隠れてるとこがね、出てると目いっちゃいますからね。昔もね、流行ってたって言いますけどね。そうですね。例えば90年代半ば後半ぐらいかなと、もう一回2000年代入ってから2回多分流行ってると思うんですけど。まあ、ファッションウィークっていうと日本ではあんまり聞き馴染みがないかもしれないんですけど、ああ、確かに確かに。パリコレも正式名称はパリファッションウィークって言って、パリコレクションとは言わないですよね。最近だからそれで話題になったのがパリコレ詐欺みたいな。多分オレオレ詐欺にかけてパリコレ詐欺って言ってるんだろうと思うんですけど、その公式のファッションウィークの公式じゃないファッションショーがあるっていうのがまず、ファッションウィーク期間中に公式でコレクションを発表してるっていうか、ファッションショーをやってるっていうブランドさんがいくつかあると。そもそもパリファッションウィークっていう団体があって、そこが主催してるコレクションなんですよね。そうですね。団体って言っていいかわかんないですけど、まあそういう催し物が世界的にまあ取材がいっぱい来て、で、だから非公式の方もたくさんプレスが集まる時期にやって見てもらえればラッキーみたいな感じで、その非公式もやり始めてるっていうことだと思うんですけどね。で、それでパリコレ詐欺っていうのは何かっていうと、パリコレ出ましたみたいな感じのことを言って、でも公式じゃないのに、あたかも公式っぽくやってるっていうのが、一応こう、詐欺って言われる大枠だと思うんですけど、まあ個人的な意見としては、そもそもパリコレっていうものに公式非公式があるかっていうことを、普通の人はそんなに気にもしてないっていうか、分かってないっていうよりは気にもしてないし、海外でコレクションを発表するっていうのも、まあ普通にすごいことだと思うんですよ。お金もかかるし、金銭的にはもちろんすごい。でも体力的とか意欲もまあすごい。ただそこに悪意があって本当に騙そうとしてるかっていう問題と、あとはもう、そんなにパリコレ出ましたっていうから、売り上げ上がるかっていう問題もあるし、僕個人的には別にパリコレに出ましたって言われて、そんなに売り上げが上がるとは思えないんですけど、だから個人的に本当に思うのは、そのコレクションが良かったかどうか、その発表されてる服自体が良かったかどうかで、人は判断すればいいと思うので、だから非公式が絶対にダメだっていうわけでもなく、だって昔だったら幼児もギャルソンも一世も非公式だったし、今だっておそらく非公式でもすごいいいクリエーションをやってるブランドさんも絶対あるんだろうし、ね、だからまとめると非公式でもまあまあすごいぞっていう問題が一つですよね。で、非公式だからってダメじゃないっていう問題が一つ。で、パリコレっていうものに一般の人がそこまで幻想を抱いているかどうかっていう問題が一つ。
で、あとは悪意があるか、騙そうとする悪意があるかどうかっていう一つで、ファッションでちょっと大きく見せようっていうところ、どうしても拭えない部分があるんで。やっぱりそのブランドとかデザイナーのストーリー込みで売ってるところはありますよね。そうなんです。だから、パリコレ自体も権威だし、そのパリコレの権威にあやかろうっていう人たちが、かっこいいかかっこ悪いかって言うとちょっとかっこ悪い側になるんですけど、でも多かれ少なかれそんな感じのことはどこもやってると思うっていうか、やってるって言うとちょっと語弊があるな。ちゃんとここ細かく説明したいけど、やっぱタンスの角に小指打って痛がってる姿とかやっぱ見せないわけじゃないですか、デザイナーは。でも、それを隠してるって言われたら、それも隠してるって言われたら隠してるかもしれないし、どこまでをこう晒すかっていう問題って、実存と違うのを何を人が実存と違うかって感じるっていうことは、かなりグレーっていうか、グラデーションになってるから、一番問題っていうか、それが詐欺だって思う人は、作られたものをちゃんと見て、自己判断っていうか自分の価値判断すればいいと思うんですよね。それだけで解決する問題なんで、でもそこの服を着て、パリでファッションショー出たいって思って応募したモデルさんがいたとしたら、パリコレじゃなかったとしても、そこの服を着てフランスのパリでファッションショーしたいっていうそのコンテクストが好きだったっていうか、だったら、胸張ってもいいのかな、騙されたと思わずでもいいのかなと思うんですけどね。パリコレの本当に公式に出たいと思って応募した人が何人いるのかっていう問題ですよね。割合的に。ファッションウィークって世界中のモデルがその街に集まってくるんですよね。そうですね。で、オーディションをね。そうです。そして現地でオーディションをして、それでモデルさんが選ばれるんですけど、その選ばれるのって本当に多分直前なんです。なんでモデルさんがあんなに痩せて同じ体型の人ばっかりなのかっていうのはそこの問題もあって、もともともうあの体型に合わせて服を作って用意していって、1週間前とかにモデルさんを当ててるブランドがほとんどなんです。だからみんなあの体型にフィットさせていかなきゃいけないんですね。それは一つの問題なんですけど、だからパリコレでモデルで出ようって思ったら、ニューヨークファッションウィークとか他のところもそうなんですけど、その時期にそこに行ってもオーディションに出まくるしかないんですよ。うん。だからそこへのステップだと思ったらいいのかもしれないですね。そうですね。パリコレっていうものをそもそも本当に日本人が僕たちも含めてどういう概念で捉えてるかっていう問題は、ちょっとそこから始めないと何ともジャッジしようがないんじゃないかな。パリで単なるコレクション期間中に発表しているコレクションは全部パリコレなんだっていう概念で使ってるとしたら、全く嘘はないわけなんで。そもそもコレクション期間中にっていうのが多分服飾やってない人にはわからないんじゃないかなと思いますね。全く違う期間に行ってファッションショーしてても、パリコレパリっていう。でやったっていうことで捉える人も少なくないんじゃないかなと思いますね。ファッションショーを海外でやるっていうのは本当にすいや、ごい。それ自体はね、それ自体が本当にすすごいごいんで、ことだと思いますね。全然そんなにだからファッション関係の人からは今僕が言ったことなんかすごい怒られたりするかもしれないですけどね。逆に分かってる人はもう分かってるし、分かってない人はもう別に気にしないからいいんじゃないかなとは思いますけどね。思うんですけど、後からだから騙されたって感じる人もいるかもしれないですね。これを機にパリファッションウィークのランウェイをみんなネットで全部見れるんで、見てほしいですよ。面白いのありますよ。今回のディーゼルのやつもそうですけど、あれディーゼルのルックだけ見たらわかんないんですよ。ルックって言ってそのコレクションしたブランドの服がこう全部写真で無料で全部いろんなサイトに載ってるんで見れるんですけど、それって全部正面からなんですね、写真が。でも動画で見るとこう正面撮った後にこう通り過ぎた後後ろを映すんですよ。前から来た時は普通なんですけど、後ろ向いた瞬間にお尻が半分見えてるんです。そんなんがあったりとかして面白かったりしますよ。お尻ってなんであんなに面白いんだろうな。お尻って面白いアイコンっていうか、なんでだろう。お尻の話になっちゃったけど。3月といえば確定申告がありましたけれども、館長やりましたか？まだやってないです。これ配信されるのはね、最まずいな。後の金曜日だから、その時には終わってるんじゃないです金か？曜日には、そうですね。はい。配信時点は終わってます。終わっててほしい。終わってると信じたい。取り掛かってるんですか？も取り掛かってないです。う。やばい。2日間か1日でやります。それぐらいで終わるもんなんですか？終わりますね。終わります。多分。何年もやってるんで。もっと時間かかるものなのかなと思ってました。本気出せば終わります。終わってないとまずいですよね。
もうこの時点ではね。もうだって3月も半ばですよ。いつもね、最後のラストスパートで頑張ります。夏休みの宿題最後の日にやるタイプ。そうですね。天気とか最後につけてましたよ。1ヶ月分の1ヶ月分の。ダメなやつじゃないですか。もちろんダメなやつですよ。私自身はしたことがないんですけど、確定申告っていうと、やっぱ皆さん経費で、食事代とかも結構経費で落とされたりとかしてて、それをやると節税になるんですかね？一応節税になるんですけど、僕は節税っていうものに対してはやらないというか、シンプルに行きたいなと思ってるんで。だから、青色申告の方がいいですよって言われるんですよね。控除額が多いって。でも、僕は白色で通してるんです。なんでですか？白色の方が簡単だから。シンプルなの。へえ。いや、実際、会員の青色やったら同じだよって言われるかもしれないけど、少なくとも僕は白色がシンプルだと思ってる。なるほど。節税するってことはいろいろ考えないといけないんですよね。うん。これをこうしたら経費になるんじゃないかとか、これをこういう項目でやればとか、考えなきゃいけなくなるんで、でもシンプルな方が脳のリソースを取られないんで、考えるっていうコストがなんかゼロだと思ってる人が割といると思うんですけど、僕考えるコストが結構高いと思ってるんで、だからできるだけ考えないようにシンプルな方を選んじゃうんですよね。だから節税もしない方がいいと思ってます。はい。シンプルに節税できる方法があったら教えてほしい。いろいろ試行錯誤しないといけないっていうことですよね。そうですね。だから逆に言うと何でも経費で入れるっていう人は、ある意味シンプルかもしれない。難しいですけどね。経費かどうかっていうのをそうで考えるすね。こと自体も。そうですね。確かに。それは難しいんですけど、だから逆に言うと白色に慣れてるから、白色でいいって思ってるダメなやつの可能性もあるんですけど、多少多く取られても、いっか、みたいな。それぐらいは誰か困った人に使ってくれってか、なんなら僕が困ったら帰ってくるわけなんで、そういう感じですかね。税金って悪だみたいな感じに、言われがちな世の中ですけど、基本的には税金っていうのはみんなのお金を集めて一人じゃ作れないものとか一人じゃできないサービスを行政がやってくれるお金、やってもらうお金なわけなので。そうですね。あとね、みんなが思っている以上に脱税って重罪なので、でも結構カジュアルになんか脱税っぽいことをやってる人がいると思うんですよ、実際。あんまやんない方がいい。なんで重罪になるかっていうと、貨幣の始まりっていうのが税金とすごい関係してるんで、なんでお金が価値があるかっていうのは、税金を払えるクーポン券だからっていうことなんですよね。そこを甘くすると、国家の権力が弱くなってるってことなんで、それイコール貨幣の価値がなくなるってことなんで、だから厳しく、なんか思った以上に厳しくなってるんだと思うんですよね。昔は米俵で払ってたのを、紙で払えるようになったっていうこと。そうですね。一番最初に大仏作るときに和同開珎、あれを大仏作った人たちに渡したわけですよね。なんだこれと思ったけど、いや、これで税金払えるからって言われて、払われて、あ、そうか、これで払えるんだったらいいなっていうところが、一応日本で最初って言われてるのが和同開珎だって言われてるけど、その前にあったっていう話もあるから、ちょっと、ここはもう最初っていうことにしといてほしいんだけど、多く流通したのは和同開珎なので、それが流通した理由っていうのは、その税金を払えるからっていうとこから始まってるんで、だから国税ってすごい強いんですよ。もう必死でこう回収しようとしてくるじゃないですか。だから、僕は割と税金は払ってもいい方に緩くしてるって感じです。キチキチしないみたいな。そもそも節約するっていうこと自体が結構脳のリソースを食うというか難しいことですよね。その税金に限らず。そうですね。節約自体がね。例えばトイレットペーパーが今セールしててすごい安いってなって、いつもの半額だってなっても、それを30袋とか買っても家には置いとけ、置いとける豪邸に住んでる人はいいかもしれないけど、置いとけないし、でもそれを置こうと思ったら他のものをこう移動して場所を空けてとかいちいち考えたり、もうどうやって持って帰ろうって考えたりとかしなきゃいけないし、そのお金を捻出するのに他のお金をどう節約しようかとか言ってこういっぱい考えなきゃいけないですよね。いっぱい考えない。だから考えるコストをできるだけちっちゃくしたいんで、生活が壊れる可能性があるぐらい高いものは考えた方がいいと思うんですけど、コンビニのパンとかの20円とかはあんまり考えなくていいのかな。逆に言うともっとシンプルにしてほしいです。税金の仕組みも。で、
なんでシンプルじゃなくなってるかっていうと、おそらく予想ですよ。みんながグレーゾーンみたいな節税をいっぱいするから、どんどん規制が厳しくなって、もしくは、この人が不公平だとか、この人が、まあ大事ですよ、不公平なくすっていうのは大事だけど、あまりにも細かい不公平を言いすぎて、すごくこう、段階が分かれたりとかするから、なんかそこら辺をできるだけシンプルで、まあそれは年金とかもそうなんですけど、シンプルな仕組みにしてくれたら、みんな考えるリソースを他に避けて、なんか頭が良くなるのかなと思って。いろんなこと考えてると、これ節約しなきゃとか、JR よりも私鉄の方が安いからちょっと遠回りだけど JR で行くかみたいなのをいちいち考えるのはやっぱりめんどくさいなと思いますね。そうですよね。なんかお金のことを考えなくていいぐらいのお金持ちは、僕たちよりも脳の負担がかかってないから、よりクリエイティブになれて、より他のことに注力できるんだと思うんですよね。で、それが先週話した文化資本の問題と直接はつながらないけど、配給の固定みたいな問題にも多分つながってると思ってるんですよ。そうですよね。お金の心配をせずにクリエイティブなことにこう全力投球できるわけですもんね。そうです。だから余計な、いらないことは考えないっていう。どうでもいいことは考えないようにしてるんで、いや、でもどうでもいいことばっかり考えてるとみんな僕のことを思ってる気がするな。だから僕の中で税金とかはどうでもいいことなんです。脱税するって意味じゃないですよ、皆さん。その節税がどうでもいいことだと思ってて。実はね、僕も最近本当お金があまりないんですよね。まあ図書館も開いたし、固定費がかかってるし、お金がないわけです。で、お金がないのに自転車を買ったわけなんですけど、でもすっごい節約して買ったんですけど、節約しちゃったんですか？節約しちゃいました。なんなら6000円で買って、しかも、滋賀の大津まで取りに行かないといけなくて、大津から大阪まで乗って帰らないといけないっていう愚かな決断をしちゃいました。何時間かかるんですか？まあなんか一応僕は未来を明るく見積もってしまうので、3時間ぐらいで行けるかなと思ってるんですが、普段乗ってないんですよね、自普転車。段乗ってないです。年考えてくださいって言われました。年は考えなくていいんじゃない？乗り慣れてるかどうかだと思うよ。そうですかね。まあなんかいけるかなと思って、なんか楽しいかなと思ってその決断しちゃいました。楽しいかどうかで決断するのはいいですね。そうですね。なんか楽しそうじゃないですか、大津から自転車で。それは半分くらい来たところでもうついえてるんじゃない？これでコンビニとか入った時に自転車を盗まれてたらめっちゃかわいそうですよね、僕ね。ちゃんと鍵かけてください。鍵ついてんのかな？中古の自転車を譲り受けるんで。いや、買っていってくださいよ、そこで。自転車屋さんでチェーンの鍵。でも、つけてくれてたら、いや、鍵が2個になる。鍵は2個つけるもんですよ、高い自転車には。そうなんですか3つぐらいつけた方がいいよ。？6000円の自転車に大事な自転車には3つも4つもつけた方がいいよ。わかりましたホイールだけ取られたりするから。本当に大変な修羅の国みたいな世界なんですね。いや、本当にギアだけ持ってかれるんだよ。マジですか？自転車ってパンって取れるから。マジですか？ちょっと知らなかったです。ちょっと気をつけます。ありがとうございます。鍵買っていってください。わかりました。鍵買っていきます。まあ、無事つけるようにみんなも祈っといてください。次回報告してくださいね。はい、わかりました。今月の図書館ニュース。はい。前回ね、僕バリに行ったっていう話をしたんですけど、バリでも実は本を買ってきたんですよね。で、その本の題名がバリニーズテキスタイルズっていうね、for Gods and People って書いてますけどね、どういうことなんだろうな。ゴッツ。なんか神と人々のためにみたいな。この模様自体が神的なものが入ったりしてるんじゃないですかね。ゴッツってでも複数形おかしくない？いやいやいや、多分バリ島はヒンズー教なんですよ。確かヒンズー教が多かったと。インドネシア自体はイスラムの方が多かったと思うんですけど、バリの島は結構そんな感じだったんで、これが全然違う意味のゴッツだったりしてね。でもこれでなんかいろいろまあ英語で書いてるんですけど、この間言ってた老血止めとかそういうのとかも書いてたり、バリの檻の意味とかも多分書いてあるんだと思うんですけど、まあこういう本もなんかね、現地には何冊も結構3冊ぐらいあって、ただなんかめっちゃでかかって重かったんで、それはちょっと
持って帰れないかもしれないと思って。あと高かった、すごい。さっき節約が言ってたけど、すげえ高かったから、また次回バリに行った時買ってきますよ。高いって言ってそんな高くないでしょ。いや、3万ぐらいしてました。図書館に置かなきゃ、それを。いや、ちょっと、また来年買いに行ってきますよ。だから節約したことによってもう一回行くとコーヒーがかかるわけじゃないですか。そうですよ。だからバカな決断したんです、ね。何も考えずに買えばよかったのに。何も考えずに買えばよかったかもしれないけどね。ひどい。はい、じゃあもう一つの方ですね。はい。続きましてのニュースは、お便り募集を始める。そうですね。お便りを募集したいです。手書きでもいいですか？手書きでもいいですよ。厚さは伝わりますね。手書きの方が。住所言ってますよね。うち。インスタグラムに載ってるんで、そこに当てて送っていただいたらいいですよ。もちろんメールアドレスでもいいんですけど、そちらは概要欄の方に書いてありますので、見てください。お便りの内容ですけれども、どんなものでも大丈夫ですか？基本どんなものでも大丈夫です。例えば、こういうトピックを取り上げてほしいとか、こういうのが流行ってるんだけど、なんでですかみたいな疑問でもいいし、このデザイナーをちょっと紹介してほしいみたいな。全然知らない人とかはちょっと紹介できないですけど。そこは調べましょうよ。せっかくお便りをくださったのなら。調べるのは大丈夫ですよ。でも誰からも知られてないデザイナーについて喋ってくれとか言われたら、いや誰なんだこれはみたいな感じになるかもしれない。逆にそれをお便りで紹介してもらって。なるほどね。で、紹介しましょう。現地まで我々行くっていう。取材に行くんですか？いや大変だな。何でも大丈夫ですよ。服飾に関係しないことでも、ただただ館長への人生相談もお待ちしています。どしどし待っております。今回は以上になります。来月の開館日はインスタグラム、X、Google マップでお知らせしていますのでチェックしてください。服飾関係の方も服飾関係ではない方も三穴熊服飾図書館にどうぞお越しください。さようなら。さようなら。